来週どこ行く？ドラゴンピックウィークの全フィールド解説。ジャスパルと申します。さあ今週もやってまいりましょう。来週どこ行く？来週はジジイロンが登場するドラゴンピックウィークが開催されます。ラティオスのスキル流星群木の実バーストがドラゴンタイプの種類を参照するクレセリアに近そうなスキルということが判明したことで、多様なドラゴンを揃えることの意味が増したんじゃないかなと思います。私はジジイロンを食材のポケモンで予想しているんですが、最近ヒーラー説も出てきている印象のジジイロン、果たしてどんなポケモンになるでしょうかね。ぜひ悔いのないようにフィールドを選んでみてください。それでは参ります。ということで、まずは来週の予定を超ざっくり確認してから全フィールド解説に移っていきましょう。ってことで、来週の予定。来週はポケモンピックアップウィークドラゴンボリューム1が開催されます。長いのでドラゴンピックウィークと呼んじゃってます。ドラゴンタイプのポケモンたちがラティアス以外進化後も含めてピックアップされており、ミニリュウとタツベイのみ若草にも出現してくれるようになります。そして1日1回チャンス1匹確定、睡眠タイプごちゃ混ぜ、ミニアメブーストが使用可能となっております。エナジーに関するボーナスは一切なし。とにかくポケモンのゲットとミニアメブーストによる育成でラティオスイベントに備えましょうといった雰囲気のキャンペーンとなります。ただし眠気パワーの補助として週末にはグッドスリープデーも重なります。今回は2日間のみですね。土曜日日曜日がグッドスリープデーとなります。そのタイミングではピッピ族のピックアップも重なりまして、未発見寝顔の出現確率アップもあります。例えば海竜とかボーマンダの寝顔を探すチャンスにもなるかもしれませんね。まあ個人的にはね、未発見寝顔の出現確率アップって伝説ポケモンの中ピックアップくらいには信用していないんですけれども、さらにピックアップが重なってくれればそれなりに機能する印象があります。また日曜日が満月、眠気パワー2倍なので最終日のエナジーにはなかなか期待できそうなんですが、反面とんでもない下振れリサーチを食らって数億眠気パワーが理不尽にも吹き飛んでしまうなんてこともちょっと予想ができてしまいますね。まあほどほどに期待しておくといいんじゃないかなと思います。ってことでイベント類はそんな感じ。あとは一応ちょうど日曜日が5月の最終日ということで、スリープポイント交換所の切り替わり目前となっております。今回はラティオスイベント直前なので、マスターサブレを交換したい方なんかもいらっしゃることでしょうし、ラティオスイベントではどのフィールドでも必ず木の実ガチャが発生しますので、フィールド移動チケットや EX チケットの交換も重要になるでしょうかね。6月中にカレーフェスが始まる可能性も考えられるので、カレーフェスで EX 木の実ガチャをしたい方も今のうちにチケットを交換しておくといいかと思います。そんな感じで来週は厳選育成に特化したドラゴンピックウィークと、土曜日日曜日はグッドスリープデー、そしてスリープポイントの交換もお忘れなくって感じですね。もしね、私が見落としていることとか他に気づいたことがあればぜひコメントで教えていただけますと幸いです。よろしくお願いします。さあそんなグッドスリープデーも被ってくるドラゴンピックウィークの全フィールド解説やっていきましょう。事前にジジイロンの出現数の予想もしましたので、そういった部分だったり週末グッドスリープデーの眠気パワー状況、またラティオスイベントのためのフィールドボーナスについても注目しながらフィールドを選んでみてください。ってことで例によって若草本島からではなく、今回はシアンとゴールドから始めていきたいと思います。その後若草に戻って順番にお話ししていきます。ってことでまず最初にシアンの砂浜とゴールド級発電所。シアンとゴールドの注目ポイントはメリット、ピックアップに邪魔されず厳選できる、ピッピ族が探しやすいかも。デメリット、ジジイロンどころかドラゴンタイプが1匹も出現しない、ラティオスイベントの会場ではない。こんな感じでしょうか。シアンとゴールドはドラゴンタイプが全く出現しないフィールドなので、ドラゴンタイプの育成が十分な方やドラゴンは特に興味ないぜっていう方は検討してみてください。チャンス1匹確定は問題なく発動しますので、例えばカモネギ狙いとかアゴジムシ狙いとかに使えたりするかもしれませんね。まあただ虫、水、飛行タイプのポケモンたちってもしかするとカレーフェス、今年もサマーフェスでピックアップになる可能性があるので、意外と来月でいいっていう可能性もありそうですかね。
まあ何にせよ独自の目的のために訪れるフィールドということになるでしょう。そんなシアンゴールドでした。さあそれではここからは若草に戻って順番にお話ししていきます。まずは若草本島。若草の注目ポイントはメリット、ジジイロンが出現する、ミニ竜とタツベイも出現する、ラティオスイベントに向けたフィールドボーナス上げが有効。デメリット、木の実ガチャがある。ジジイロンやおそらくミニ竜たちの星3寝顔は出現しない。眠気パワーが稼げる方は週末に眠気パワーが吹き飛びやすい。こんな感じかなと思います。ジジイロンの出現数予想は3、4匹で予想しておきましょうかね。まず若草本島、非常におすすめできるフィールドです。まだラピスやアンバーを開放してないよって方や、開放できたけどフィールドボーナスが全然上がってないんだっていう場合は、とりあえず若草選んでおけば間違いないんじゃないかなっていう鉄板のフィールドの一つになるかと思います。今回とラティオスイベントの2週間では特例でミニ竜とタツベイの2匹だけ若草系のフィールドにも顔を出しに遊びに来てくれるので、彼らの厳選もしながらジジイロンやオンバットも探しながらフィールドボーナスを上げていけるってことで、特にね始めてから日の浅いリサーチャーにとっては本当に文句なく両フィールドとなってくれることと思います。ただしラティオスイベントと違ってドラゴン木の実確定みたいなことはないので、木の実ガチャはいつも通りとなりますね。一応ラティオスイベントにおいては初心者にとって最も活躍するポケモンってエナジーチャージのオンバーンになるんじゃないかなと思うんですけど、マジのガチの始めたての方だと進化レベルの36まで育成できないっていうリサーチランクのレベルキャップっていう罠が存在するんですが、ラティアス前のスキルピックウィークとかを経験していた方であれば最低限の飴も溜まっているかなと思うので、オンバットにもねちょっぴり注目してみてください。その他の懸念点としては若草特有の眠気パワーが吹き飛びやすい問題でしょうかね。もともとざっくり2億眠気パワーくらいから眠気パワーを使い切れなくなる印象がありますし、進化後のピックアップもオンバーンのみと、そしてみんな星3寝顔がないとなると、いかにジジイロンやオンバーンのお腹の上寝とか星2寝顔を引けるかゲーミングになる可能性は考えられますね。ってことで週末のグッドスリープデーで3億4億眠気パワーくらいいきそうな方はお腹の上寝ジジイロンを願っておいてください。それ以上エナジーが稼げそうな方は他のフィールドを検討してみるのがいいかと思います。なおジジイロンの出現予想3、4匹に関してはこの動画ではね通常フィールドでは5匹くらい出現あるんじゃないかっていうお話をしたんですけど、若草に行かれる方はまだまだ始めたてですっていう方も多いんじゃないかなと思うので、グッドスリープで込みで3、4匹くらいみたいなガバガバな理論で少なめに見積もってます。一応今年追加されたフレンドポイント16のポケモンとしてはツボツボがおりまして、若草マスター4およそ29万エナジーくらいから出現してくれるようになるみたいなので、そのくらいのエナジーにいち早くたどり着けるかどうかでまた出現数は大きく変わってくるんじゃないかなと思います。そこにたどり着く前ではねミニ竜やタツベイによろしくお願いしましょう。そんな感じで初心者には圧倒的におすすめできて、ラティオスイベントに向けてフィールドボーナスを上げておく価値も高い若草本島でした。それではシアンを飛ばしてお次トープ洞窟。トープの注目ポイントはメリット、オンバットの飴集めに最適かも。デメリット、ジジイロンの出現なし、ラティオスイベントの会場でもない。こんな感じかなと思います。トープはジジイロンも出てきませんし、ミニ竜たちも出現しないので基本的にはおすすめしないフィールドなんですが、ピックアップがオンバット、オンバーンだけなので彼らにはそれなりに出会える可能性あるのかなと思ってます。そしてオンバーンはおそらく初心者におけるラティオスイベントの最も強力な一匹になってくれるんじゃないかなと思うので、例えばもう若草のフィールドボーナス上げは十分だよとか、オンバーンの育成やもう一匹の厳選のためにトープ行くぜみたいな、ミニ竜やタツベイは夏のフィールド調整の後に多分ラピスとかアンバーで探しやすくなってくれるだろうからそっちを期待するぜとかね、いろいろと割り切れる場合は選ぶ価値あるんじゃないかなと思ってます。言うてね小ピックアップなので期待しすぎは禁物なんですけど、いろいろと噛み合う場合は候補に入れてみてほしいなと思いますね。そんなトープ洞窟でした。
お次、卯の花雪原。卯の花の注目ポイントはメリット。チルタリスをピンポイントで狙える。最終枠のマニューラ、アローラ球根狙いに使えるかも。デメリット。ジジーロンの出現なし。ラティオスイベントの会場ではない。こんな感じかなと思います。卯の花はイベント的にはチルタリスのみピックアップされているフィールドなので、ここもトープ同様、基本的にはおすすめしないんですが、ウトウトの最終枠でマニューラが、ぐっすりの最終枠でアローラ球根が、1.8 億眠気パワーくらい余っていれば出てきてくれるはずなんですよね。最終枠についてはこの動画が参考になるかなと思います。ってことで、かなりエナジーが稼げる方とか、週末のグッドスリープデーであれば、マニューラ、アローラ球根を直接狙うことも可能かもしれないってことで、そこにチャンス1匹確定をドンピシャで合わせられればゲットも狙えそうって感じで、ドラゴンの準備が万端な方は検討してみてください。なお、マニューラに関しては、若草うとうとでも星に寝顔が最終枠にいるはずなんですよね。なので、実は若草でもいいんじゃないかって話はありますね。そんな感じで超ピンポイントになるんですが、チルタリスやアローラ球根狙いにどうぞ。卯の花雪原でした。お次、ラピスラズリコハン。ラピスの注目ポイントはメリット。ジジーロンが出現する。ミニ竜の飴が集めやすいかも。ラティオスイベントに向けたフィールドボーナス上げが有効。デメリット。達兵衛は出現しない。週末にいくらか眠気パワーが吹っ飛びそう。こんな感じでしょうかね。意外とね、デメリットらしいデメリットって思いつかなかったんですよね。それこそ人によってはもうフィールドボーナスが溢れているとか、そういうものになるでしょうかね。そんなジジーロンの出現数予想は、ラピスとアンバーは同じく5匹くらいを予想しています。そんなね、今回の本命フィールドの一つとなると思いますラピスラズリコハン。ミニ竜狙いやミニ竜の飴集めに有効なフィールドになってくれるはずですね。グッドスリープデーもあるので、これまで海竜の寝顔が全然埋まってなかったよみたいな方にもおすすめできるフィールドとなるでしょう。海竜本当に元気チャージ持ちの食材得意ポケモンで、集める食材、ハーブもコーンも貴重ってことで、複数匹育成するのすらおすすめできるポケモンだと思っているので、ミニ竜厳選と飴集めができるこの機会にしっかりと狙ってみてはいかがでしょうか。で、週末に眠気パワーが吹き飛びやすい問題については、ラピスは3億眠気パワーくらいでだいぶ怪しい雰囲気を感じがちなんですけど、ジジーロンと海竜が頑張ってくれればまだなんとかなるんじゃないかなとも思いますし、もうラティオスイベントに向けての準備も込みでまったり過ごすんだっていう方は、そこまでエナジー稼がずともいいという風に割り切りやすかったりするかなとも思うので、さすがにね、解放したてのリサーチャーだと苦戦するんじゃないかと思うんですが、それ以外の多くのリサーチャーにおすすめできる、まず検討してほしいフィールドになるかなと思います。私もね、ミニ竜厳選終わってないので、ラピス行こうかなと思ってますね。そんなミニ竜の飴集めができそうなラピスラズリコハンでした。で、ゴールド飛ばしてお次、アンバー渓谷。アンバーの注目ポイントはメリット。ジジーロンが出現する。達兵衛の飴が集めやすいかも。ラティオスイベントに向けたフィールドボーナス上げが有効。お手ぶだめをしながら過ごすのに向いている。デメリット。ミニ竜は出現しない。ボーマンダの出現率が低いかも。こんな感じでしょうかね。ミニ竜のラピスに対して達兵衛のアンバーって感じの本命フィールドの一つかと思います。ボーマンダやオンバーンもいるので、眠気パワーを使い切る能力も EX 以外では最も高いかと思います。地味にドラゴンタイプが最も多く出現するのはこのアンバー渓谷なので、ラピスとアンバーはラティオスイベントにおけるラティオスの羽毛稼ぎにも適したフィールドになると思います。なのでフィールドボーナス上げも重視してみてください。アンバーに関してはね、ちょっとオンバーンとボーマンダが1匹で眠気パワーを持っていきすぎな気はするので、ラピスとアンバーどっちが稼げるかっていうのは結構難しいところなんじゃないかなと思っています。またアンバーは普通にドラゴンタイプが木の実一致のフィールドなので、例えばチルタリスとボーマンダをお手伝いブーストダメでいつの間に育成にして木の実を貯め続けますみたいな時にも、木の実エナジーを大きく稼ぎながら準備して達兵衛の飴を集めたりジジーロンを狙ったりできるっていうのも魅力の一つになるかと思ってます。で、アンバー懸念点もそんなに思い浮かばないんですけど、
さすがに解放したてでフィールドボーナスが上がっていない、エナジーがあんまり稼げない状態だと、アンバーの良さみたいなところはそんなに出ない気がするので、どちらかというと、アンバーが得意な方におすすめなこととか、あとは、ボーマンダの出現率がどうなのかっていうのがちょっと謎な部分なんですよね。これは完全に体感の話なんですけど、海竜よりボーマンダの方が圧倒的に出現しづらいイメージなんですよね。ボーマンダの方が海竜より眠気パワー消費の大きなポケモンなので、当然っちゃ当然だと思うんですけど、とはいえこれまで、ピックアップなしではマジで全然出てきてくれてなくて、私2アカウントともアンバーのフィールドボーナスカンストしてるくらいには通ってるんですけど、1匹しか出会ったことないんですよね、ボーマンダ。エナジー的な問題もあると思うんですけど、なので小ピックアップとグッドスリープデーでどれだけ来てくれるかなっていう感じですね。ここでネガを埋められたら最高なんですけどね。そんな感じでラピスより難易度は高いんですけど、達兵衛狙いの選択肢として非常に有力なフィールドかと思います。アンバーが得意な方はぜひアンバー警告でした。最後、若草 EX の注目ポイントはメリット、ジジイロンが出現する、ミニ竜と達兵衛が出現する、眠気パワーを使い切りやすい、ラティオスイベントに向けたフィールドボーナス上げが有効。デメリット、木の実ガチャがある。他のフィールドよりジジイロンの出現数は少なそう。他のフィールドよりミニ竜達兵衛の出現数も少なそう。こんな感じですかね。ジジイロンの出現数予想は2匹としてみました。おそらく若草 EX はめちゃくちゃエナジーを稼げる方以外はジジイロンもミニ竜たちも他のフィールドより出現しづらいものと思います。 EX がそういう特徴のフィールドなんですよね。昨年末グッドスリープデーが重なっていたデカ盛りウィーク2で EX に行きましてミカルゲを探したんですが、1週間で1匹しか出現しなかったアカウントもあったくらいなので、 EX のフレンドポイント16ポケモンは中ピックアップでもかなり怖いなっていう印象が残っちゃってるんですよね。なので EX でゲットを狙う場合はお香を使ったり、いいキャンプチケットを使ったり、一工夫あると良さそうに思います。雨集めにもそんなに向かないフィールドなので、いずれにせよ攻略に自信のある方が検討するか、ラティオスイベントのためのフィールドボーナス上げとして割り切るかみたいな感じで行く方が多くなるのかなと思ってます。週末のグッドスリープデーでは普通に夢のかけらとかたくさん稼げそうなので、そこは最もうまく活かせるフィールドかもしれませんね。そんな難易度が高くあんまりジジイロンに出会えないかもしれない若草 EX でした。といった全フィールドでした。いかがでしたでしょうか。ってことでね、ざっくりまとめると、若草、ラピス、アンバーはどこを選んでもそれぞれの良さがあって非常におすすめできるかなと思いました。基本的には厳選育成のためのキャンペーンとなるので、ゲットしたいポケモンがいるところに行くっていうのが間違いないんじゃないかなと思います。余裕があればフィールドボーナスとか他の要素も気にしてみてください。あとはマジでジジイロンの能力がどうかっていうのとチャンスがどこにつくか勝負になるかと思うので、徳を積みつつラティオスイベントに向けてドラゴンのポケモンたち育成していきましょう。そんなドラゴンピックウィークの全フィールド解説でした。ぜひね、皆さんが行かれるフィールドや狙いもコメントで教えてください。お待ちしております。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画の拡散につながりまして非常に助かります。いつもたくさんの応援本当にありがとうございます。今週ちょっと遅くなりました。すいません。それでは皆さんの狙いのポケモンにチャンスがつくことを祈っております。明日はジジイロンのステータス解説動画でお会いいたしましょう。めっちゃ楽しみ。来週も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。